皆さんこんにちは、ひよりです。日本語ひよりでは日常の意味のあること、ないことを親しみやすい日本語で話します。文字起こしのテキストは概要欄からチェックしてください。はい、皆さん今日もお元気でしょうか？私は元気です。今日はですね、皆さん何回目のポッドキャストでしょうか？タイトルを見ると、なんと100回目です。わー。はい、なんと100回もポッドキャストを撮ってアップロードしてきました。皆さん、今まで聞いてくれてどうもありがとうございます。今日はこの100回ポッドキャスト記念ということで、この100回の振り返りをしたいなと思っています。さあ、このポッドキャスト始めたのが去年の6月です。2024年の6月から始め、本格的に習慣的にポッドキャストを撮るようになったのは7月からなんですね。そう、最初のポッドキャストでも確か話したと思うんですけど、ずっとこのポッドキャストを作りたいなぁと思いながら全然行動に移せず、で、重い腰をやっと上げて7月から本格的にポッドキャストプロジェクト始動ということで、はい、続けてきました。去年は、平日毎日ポッドキャスト撮ろうという目標を持ってやっていましたね。一人でこうやって喋ることってどうなんでしょう。なかなか機会がないですから、まずは一人で喋ることに慣れるために、はい、質より量ということで、平日毎日ポッドキャストを撮っていました。最初は、そもそもポッドキャストを始めようと思ったきっかけは、私が日本語のレッスンをしている生徒さんたちにとって、リスニング力、語彙力、表現力をもっともっと効率よく上げられるようなコンテンツがあればいいな、作ってあげたいなと思ったのがきっかけです。で、結構日本語ポッドキャストと調べると、わかりやすい、ね、シンプルな日本語で、少しスピードもゆっくりめのポッドキャストってたくさん作られていて、いいポッドキャストが本当にたくさんあるんですけど、中級レベル、上級レベルになると、なかなか自然な日本語をインプットできるポッドキャストって少ないなと感じまして、そういった皆さんのためのポッドキャストを作りたいと思って始めたんですね。はい。なのでまずは生徒さんのために、そして今もそうです。今もできるだけたくさんの人に聞いてもらおうとか、フォロワーを増やすぞとか、そういう目的ではなくって、本当に目の前にいる私の生徒さんにとって勉強しやすい、楽しく学んでもらえるようなコンテンツを作りたいっていう気持ちでこのポッドキャストを作っています。まずはこの目の前にいる人のためにという気持ちで始めたわけなんですけど、これを Spotify や Apple Podcast、Amazon Music、そして YouTube でもポッドキャストをアップロードしていますね。それを始めたことで、目の前の人ではなく、私も会ったことがない、話したことがない人、日本語を一生懸命勉強している人にも届き始めて、そしてその方々から温かいコメントをもらったり DM をもらったりして、最初は目の前の人のために始めたものなんだけど、今ではね、考えられない、始めた当初は考えられないぐらい
たくさんの人に届き始めていて、それがすごく今は嬉しいなという気持ちになっています。はい。皆さんのコメントとか、いいねとか、あと、ポッドキャストの評価ですね。Spotify で星5つとかそういう評価もできると思うんですけど、いろんなところからこのポッドキャストのフィードバックをもらえて、それが本当にこのポッドキャストを作る励みになっています。励みになるっていうのは、もっと頑張ろう、もっと作ろう、みんなのために頑張ろうって思えるようなことを励みになるって言いますね。はい、そうなんです。皆さんのこのコメントやいいねが本当に励みになってるので、ぜひもしこのポッドキャスト役に立ってるよとか楽しんでるよっていうポジティブな気持ちを持ってくれていたら、ぜひぜひ時間がある時でもいいのでコメントやいいねなどやってくれると本当に嬉しいです。はい。で、今はですね、週3日、平日の月曜日、水曜日、金曜日にポッドキャストを撮っていて、数もそうだし、あとは質ももっともっと高めていきたいなと思っています。はい。で、今後もいろいろやりたいなと思っていることはあるんですけど、なかなかそれを実行する時間が今作れておらず、YouTube の更新も本当に3ヶ月前ぐらいのポッドキャストのビデオをアップロードしてたりするんですけど、全然今の季節と合ってないものを更新してたりはするんですが、はい、できるだけ時間を作って皆さんのためになるようなコンテンツを作っていきたいと思っています。はい、ぜひこんなトピックで話してくださいとか、こんなことやってほしいですとか、リクエストがあればコメントで教えてもらえると本当に嬉しいです。はい。100回というね、キリがいい数字なんですけど、いやー、100回もなんか続けられる、何かを続けることが私本当に難しい人なので、もう風邪をひいて2週間、トータルで1ヶ月、1ヶ月半ぐらい休んだということもあるんですけど、なんだけど、また習慣として、ポッドキャスト撮ることに戻ってきて、続けられているっていうのが自分の、ちょっと頑張ってるな、自分頑張ってるじゃんっていうような、気持ちに慣れていますかね。はい、この先もね、100回、200回、300回と続けられるように頑張っていきたいと思います。これからもたくさんたくさんポッドキャストを聞いて、そして楽しく日本語を学んでもらえたらと思います。はい、では今日も聞いてくれてありがとうございました。今日も日本語日和になりますように。またねー。